こんにちは、みえこです。皆さん、ヘキサゴンのパターンは好きですか？今日は三角形とヘキサゴンの形、六角形を合わせてショルダーバッグまた作りましたのでご紹介しますね。今回のショルダーバッグが一番小さいです。紐の長さは一番長くしました。それではご紹介しますね。まず六角形を切るための布がこれですよ。たくさん用意しましたが、この布でご紹介します。半分に折ってこの三角定規のこの角を使って切ります。それだけです。この定規を持っている場合はこの60度の線を利用して切りますよ。はい、できました。次に三角形を作るための布です。同じように半分に布を折ります。そしてカットも同じですよ。はい、その後中心をカットします。で、続いて半分に折って印をつけたらこのように切ります。もう一度中心を切ってはい、6枚の三角形ができました。たくさん切りますよ。そしたらこの六角形と三角形を組み合わせてミシンで縫います。で、縫う時ですね、最初このようにちょっとずらします。7ミリぐらいずらして縫いますよ。このように縫います。縫い代三角形にちょっと出ているのを切らないで残してくださいね。たくさん作ります。そして並べます。8ピースずつ並べます。その後この1列ずつ縫います。まずはセットした配色がずれないように針で留めます。そして縫いますが、縫い代の三角形中心に縫い代の三角形が小さく出ているのがここですよ。ぴったり揃えて縫います。
これが印ですよ。ここぴったり揃えて縫うと綺麗に縫えますよ。最初ゆっくり縫って試してくださいね。この調子で中心の縫い代をこう重なるように縫ってくださいね。縫い代は7ミリですよ。同じ方法で全部縫います。今度はこの長いものを2段つなげますが、一番端三角形ちょっと1個多く縫ってあるの分かりますかね。これを重ねてまた縫います。今度は縫い代の三角形出ているところと出てないところがあるので注意しながらゆっくり縫います。次にこの3段目ですね。これを縫うときは最初に縫ってある縫い代に合わせて縫い代を折りますよ。ですからこっち側を見ながら縫うといいですよ。はい、全部縫いますよ。今回はキルト綿には縫いません。縫い代小さい三角形カットしたらプレスします。そしてキルト綿に重ねて、このカバン入れ口の部分は最初に縫うのでキルト綿トップと同じ大きさにカットします。そしたら裏布を用意します。裏布もカバン入れ口はこのように切りますよ。そして最初にこのカバン入れ口をミシンで縫います。そしてこの縫い代を切ります。表に返したらここからステッチします。最初にこのカバン入れ口のところからステッチすると
きれいにできますよ。そしてステッチ終わったら余分なキルト綿を切ります。次にポケットを作ります。好きな大きさで作ってくださいね。次に縫い代にアイロンでこのように折り印をつけて今回は縫いました。そしてポケット入れ口は手縫いでステッチしました。そしてカバンにポケットを縫います。続いて仕立てますよ。この端ですね。ここ片側だけ切ります。三角形の角が下に下がっている裏布を切ると仕上げがきれいにできますよ。これをまずはミシンで縫います。少しだけマチを取ってありますが、いらないときはそのままマチなしで縫ってくださいね。はい、できたら裏布で布の端を隠すようにもう一度ミシンで縫います。できましたよ。表に返しますね。次にショルダーの紐をつけます。簡単にご説明しますね。はい、できました。このショルダーの紐ですね、縫い代のこの端を隠すようにつけると綺麗にできますよ。ここ隠れますからね。はい、できましたよ。これです、これです。
それでマグネットホックつけたかったんですが品薄なので今日もチャイナボタンをつけました。ショルダーバッグ3回続いたので次はちょっと違うものを作ろうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。